皆さん、こんにちは。優しい日本語、ポッドキャストの時間です。マリアです。皆さんは、コンビニと聞くと、どんなイメージがありますか？早い、便利、24時間空いている。そんなイメージが強いかもしれませんね。私も日本に来たばかりの頃はそう思っていました。コンビニは、ただ物を買って、すぐに出ていく場所。店員さんとお客さんの間には、あまり会話もない、少し機械的な場所だと感じていました。でも、ある雨の日の夜、私は一人のコンビニ店員さんから、日本のおもてなしという言葉の本当の意味を教えてもらいました。それは、教科書には載っていない、とても温かいレッスンでした。今日のテーマは、コンビニ店員さんに教えてもらった、日本のもてなし、です。日本に来て半年ほどが経った、秋の終わりのことでした。その日の私は、朝からとても落ち込んでいました。日本語学校の漢字のテストが、全然できなかったのです。周りのクラスメートはみんなスラスラと問題を解いているように見えました。先生が言ってる難しい文法も私だけが分かっていないような気がしました。どうして私はこんなに日本語が下手なんだろう。一日中そんなことばかり考えて心が重くなっていました。学校が終わる頃、外は暗くなり、冷たい雨が降り始めました。私は安いビニール傘を差して、とぼとぼと駅に向かって歩き始めました。雨はどんどん強くなり、風も出てきました。傘を差していても、肩やカバンはすぐに濡れてしまいました。教科書が入ったカバンが濡れてしまうのが、とても心配でした。冷たい雨と心の中の寂しい気持ちが混ざって涙が出そうになりました。もう国に帰りたいな。そんな弱気な考えが頭の中に浮かんできました。その時です。道の向こう側にコンビニの明るい光が見えました。まるで暗い海の中の灯台のように暖かく光っていました。暖かいの見物でも買おう。私はその光に吸い寄せられるようにコンビニの中に入りました。いらっしゃいませ。ドアが開くと中から元気な声が聞こえました。お店の中は外の寒さが嘘のように暖かくて明るい場所でした。レジに立っていたのは50代くらいの優しい笑顔の女性の店員さんでした。私は飲み物のコーナーへ行って、温かいミルクティーを1本手に取りました。そしてお腹も空いていたので、梅干しのおにぎりを1つ選びました。それを持ってレジへ向かいました。私がレジの前に立つと、店員さんは私の顔を見て、少しだけ驚いたように言いました。あらあら、お客さん、びしょ濡れじゃない。大変だったわね。彼女は商品をスキャンしながら、とても自然に心配するような声で話しかけてくれました。私は、ただ、はい、と小さく答えるだけでした。会計が終わって、私が商品を受け取ろうとした時です。店員さんは、レジの下から綺麗な小さいタオル、つまり、おしぼりを1枚、すっと出してくれました。そして、これ、よかったら使って、顔だけでも拭くと、少し気持ちが違うからと言って、にっこり笑ったのです。私は、とても驚きました。
コンビニでおしぼりを渡されたのは初めてでした。でも、と私が戸惑っていると、いいの気にしないで、と彼女は優しく言いました。私は、ありがとうございますと言って、その温かいおしぼりで顔を拭きました。タオルの温かさが冷えた顔にじんわりと伝わってきて、心まで少し暖かくなったような気がしました。でも彼女の親切はそれだけではありませんでした。私が商品を袋に入れようとしているのを見て、彼女は私の濡れたカバンとまだ水滴がついている傘に気づきました。そして順次にこう言いました。待ってね。こうしましょう。彼女は私が買ったミルクティーとおにぎりを一度レジ袋に入れた後、その袋をもう一枚少し大きい別のレジ袋にさらに入れてくれたのです。二重にしてくれたのです。私が不思議そうな顔をしていると、彼女は説明してくれました。こうすれば、濡れた傘と一緒に持っても、中の大事な商品が濡れないでしょう。せっかく温かいミルクティーを買ったんだから、冷めちゃうともったいないしね。私は、言葉を失いました。ただ、商品を売るだけが、彼女の仕事のはずです。お客さんが濡れていることを心配して、おしぼりをくれること、買ったものが濡れないように、袋を二重にしてくれること。そのどちらも、コンビニの仕事のマニュアルには、きっと書かれていないことだと思います。それは、彼女自身の心からの、小さな、でもとても深い思いやりでした。相手の状況を見て、相手が何を困っているか、何を必要としているかを考えて、頼まれてもいないのに、自然に行動する。これが、本で読んだおもてなしなんだ。私はその時、心からそう感じました。それは、高級なホテルやレストランだけにある、特別なサービスのことではないのだと。日本の日常の中に、こんなにも自然に、温かく存在しているものなのだと、初めて理解しました。私は、胸がいっぱいになって、もう一度、深く頭を下げました。本当に、ありがとうございます。すごく嬉しいです。そう言うと、店員さんは、どういたしまして。雨だから、気をつけて帰ってね。体を温めて、風邪ひかないようにね。と、まるで自分のお母さんのように、優しい言葉をかけてくれました。コンビニを出て、また雨の中を歩き始めましたが、不思議と、もう寒くありませんでした。さっきまであんなに重かった足が、少し軽くなった気がしました。手に持ったレジ袋の中のミルクティーの温かさが私を励ましてくれているようでした。あの店員さんの笑顔と優しい言葉を思い出すと、心の中に小さな太陽が昇ったような温かい気持ちになりました。よし、明日も頑張ろう。自然とそう思えました。あの夜の出来事は私にとって忘れられない思い出です。表手なしとは相手への見返りを求めない純粋な親切と思いやりの心です。たった一枚のおしぼりと二重にしてくれたレジ袋。それはお金では買うことのできない何よりも価値のある贈り物でした。あの日から私も誰かが少し困っている時に
自然に手を差し伸べられるような人になりたい、と思うようになりました。皆さんも、もし日本のコンビニに行く機会があったら、少しだけ店員さんの仕事を見てみてください。もしかしたら、あなたも私が見つけたような小さくて温かいおもてなしの心に出会えるかもしれませんよ。それでは、今日の優しい日本語ポッドキャストはここまでです。また次回、お会いしましょう。さようなら。